こんにちは。日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日のテーマはヤクザです。はい。でも怖い怖いですという人、大丈夫です、大丈夫です。いえいえ、この私のポッドキャストでは怖い話はしません。はい。いつも面白い話、変な話ばかりをしていますので、今日もそうです。はい。でも写真が怖いですね。そう。だからもうちょっと綺麗な写真にしましょうか。これはどうですか？あ、いいですね。花。はい、素敵。はい。でもまだちょっとお兄さんたち顔が怖いから、じゃあこれは、あ、はい。はい、はい、いいと思います。はい。I love you と言ってますね。はい、そうですか。私もあなたが好きです。はい。優しいお兄さんですね。はい。これは、ヤクザのイメージの写真です。はい。本当のヤクザさんたちがこういう人かはわからないです。はい。あの、ヤクザって何ですかという人いるかもしれないですね。ヤクザというのは、マフィア。はい。イタリアのマフィアと同じと考えていいと思います。はい。あの、100%同じじゃないと思うんですけど、多分やっていること、仕事とかは多分似てます。多分。はい。で、今日は詳しい仕事についてとかは話さないです。その話はやっぱりあんまり面白くないと思いますから、もっと多分皆さんがあんまり知らないこの日本のマフィア、日本のヤクザの社会についてお話ししたいなと思ってます。はい。日本人会ったことないですからね、ヤクザ。私会ったことないですからね。はい。そう大丈夫です、安心してください。皆さん日本に来てもヤクザに会うことはほとんどないです。ほとんどっていうかもうないはずです。はい。会いたくても会えません。はい。残念ですね。はい。ですから、今日はですね、3つのテーマでお話ししようと思います。あのできるだけポッドキャストにしたいので、あまりスクリーン見なくても大丈夫ですよ。はい。見たい人は見ればいいです。はい。今日お話ししたいこと大きく3つのテーマです。はい。1つはヤクザの紹介。ヤクザって何をしてますか？ヤクザの社会、ヤクザの世界ってどういうものですかというの、はい、簡単に紹介します。2つ目はヤクザは温泉に入れないんですかという話です。はい。ね、温泉ダメね。聞いたことありますかこれ？はい。3つ目、笑えるヤクザのドラマと映画を紹介します。はい。私この3番目が実は一番やりたくて、今日このポッドキャストを作ることにしました。はい。で、そもそもどうしてヤクザの話をしたいと思ったか私がというと、理由はとても単純シンプルで、私が昨日の夜にテレビでイタリアのマフィアの番組を見ました。はい。それそれでおーと、イタリアのマフィア、おーなるほどねと思って見てて、日本にもいますって思って、紹介したいって思って、これを作ることにしました。はい。だから大きな意味はないですので、はい、心配しないでください。私が、日本語を教えるのをやめて、ヤクザの社会に入ろうと思っていますとか、そういうことでもないので、はい、大丈夫ですよ。皆さん心配しないでください。はい。このように今日ハートいっぱい書いてあるね、通り、楽しい話ですから安心してください。はい。じゃあまず、ヤクザの紹介。ヤクザってまずどういう世界かっていうの、これ多分知らない人多分多いと思いますので、見せます。ヤクザの世界ってちょっと今スクリーンを見てもらいたいんですが、あの
家族みたいなあれ会社ですかみたいな図が書いてありますね。はい、ヤクザって本当にイメージは会社って思っていいです。はい。で、ヤクザという会社が日本にはたくさんあるんですね。で、それももう警察の人たちもちゃんとそれは分かってます。うん。ヤクザの会社の名前もあるし、はい。会社のロゴもあるし、マークがあるんですよ。すごいですよね。そう、社長さんみたいな人いるし、社員もいっぱいいるし、はい。で、その会社は日本はいくつあると思います？そのヤクザの会社。これびっくりですよ。3つぐらい？いや、10個ぐらい？いや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 、もっとあるんです。25。はい。25個も、25グループって思ってください。25グループ、ヤクザのグループがあります。はい。大きいグループと小さいグループいろいろあるんですけど、はい。じゃあまずそのグループの形というのはどういうものかというと、もう本当会社と同じイメージでいいです。日本の会社と同じ。社長がいて、大体それ社長さんじゃなくて組長さんっていうんですけど、組長さん、社長さんがいて、でその、組長さんの兄弟みたいな、本当の兄弟じゃないんだけど一緒にビジネスをやっている、もう兄弟と同じような仲のいい人が次に偉いんですね。で、組長さんの息子、長男、大体長男、一番上の子供、男の子が次の社長になる予定です。はい。だからこの人のポジションも高いです。これ読み方、この息子の読み方は若頭って言います。でも覚えなくていいです。はい。これは JLPT には出ません。はい。残念でした皆さん。はい。で若頭の下に、いろんな社員がいるんですね。だから社員じゃなくて組員っていうんですけど、こっちはいっぱいいます。そうで、会社と違うのはあの兄弟みたいなつながり、はい、がある。それがこのヤクザの会社の特徴です。はい。特にこの息子、若頭息子、会社だと部長みたいな人、そう、部長と社員はもう兄弟みたいで、この社員たちは部長のことをお兄さんと呼びます。お兄さん、お兄さん。そうで、それが昔の日本語の兄貴って呼ぶんですね。兄貴、兄貴って呼びます。はい。韓国語だとおっぱーですか、もしかして。でもおっぱーは女の人が男の人に言うのかな。うん。もう兄貴です。はい。これみんなヤクザのドラマとかを見ればもうすぐに聞こえてきます。兄貴、兄貴って言います。はい。で、兄貴っていうのは実際は兄弟じゃないですよ。みんなは兄弟じゃないです。会社の社員と同じだから。うん。だけどこの人たちは、この社員さんたちは、いろんな理由があってこのヤクザの世界に入ってここで生きているので、もう前の普通の世界に戻れない。はい。だからすごくここの環境、ここの関係、リレーションシップをすごく大切に考えてるんですね。うん。もう私たちは家族と同じだよというイメージで、下の人は上の人をお兄さんお兄さんと大切に呼ぶし、上の人は下の弟たちを大切にします。はい。ちょっとこれはちょっといいですよね。ちょっとかっこいいですよね。うん。あの
昔のヤクザの映画とかを見るとそういうのが多分よく分かると思うんですね。うん、そうそうでなので兄貴兄貴って呼びます。で、この会社はこんなに小さくなくて大きな会社だとこうなります。このように、社長さんがいて組長がいてその下に社員がいてでその社員がまたもう一つグループ作って社員がまたいてその社員がまたもう一つグループを作ってその下に社員がいっぱいいる、はい、という形だからどん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 大きくなりますよね。ここの人数も4人だけじゃなくてもっともっといっぱいいます。はい、私これは知らなかったです。今回みんなに話したいから調べてこれは分かったことです。こうなってるんだってびっくりしました。はい、それでこういう大きい会社はこの社員さんたちこのグループ一つの会社、このヤクザのグループ何人ぐらいいると思います？一つの大きいところだと場所はですね、東京じゃなくて日本で一番大きいヤクザのグループは大阪の方にいるんですね。兵庫県というところです。兵庫県神戸市。はい、誰か神戸に住んでる人いますか？ヤクザさんに会えるかもしれませんよ。この神戸市のヤクザのグループは日本で一番大きいです。今はそのグループ何人いると思います？大きいですよ、大きい。ここはなんと4000人、だいたい4000人。はい、すごいですね。会社ですね、もう本当に。で、2番目に大きいヤクザのグループは東京にいらっしゃいます。はい、新宿です。はい、新宿に住んでる人おめでとうございます。はい、会えます。いやいや、会えないよ。会えない。そんな簡単に会えないし、会わない方がいい。新宿のグループはですね、2500人のグループだそうです。で、次が、3番目が、また東京。これは、六本木。六本木です。はい、東京ですね。六本木も、こっちも2000人くらい。2000人です。すごいね。4000人、2500人、2000人のグループが一番大きい。この3つが一番大きいですね。はい。そんなにってね、そんなにいるんですかってね。はい、本当ですよね。私もこんな人数調べたことないからびっくりしましたよ。はい。で、このグループは日本に25グループあって、この123が一番大きい。で、あとの22のグループはとっても少ない人数からまあまあの人数、だいたいですね、小さいと40人ぐらいのグループから300人ぐらいのグループだそうです。へえ。全部で何人いるんですか？ねえ、そうですよね。ヤクザさんたちは日本に何人いらっしゃいますか？はい、素晴らしい質問だと思います。はい、答えます。それはだいたい1万1万1万2000人。はい、1万2000人のヤクザさんたちが日本にいらっしゃいます今。はい、だそうです。うん、だけどこれもっと多かったんだそうですよ、前。1990年代だから、20年、あれ2020だから、そっか、30年ぐらい前か。30年ぐらい前は8万人以上いたらしいです。へえ、そうなんだ。今は1万2000です。ほう。30年前は8万人。8。減りましたね。すごい減った。これ減ってる減ってる理由はもちろん警察が捕まえてるからというのと、
あとはこのヤクザの会社に入るとまず一番下から始まることが多いです。レベルが社員の一番下、会社と同じで、もちろん、先輩後輩の関係が厳しいです。すごい厳しいらしいです。はい。後輩は下の人はみんなのご飯作らなきゃいけないとか部屋の掃除しなきゃいけないとかなんか一緒に住んだりもするらしいんですね、ヤクザさんたちで。だから大変なんですよ。でもちろん言葉の使い方、もちろん敬語、はい、皆さんが苦手な敬語、はい、あれを使うね、ヤクザさんなのにってね、はい、でもヤクザの社会はそういう上と下の関係がとても厳しいからもちろん敬語使う。で最近の若い人は日本の若い人はそういう敬語っていうか何ですか、やっぱりこの上下関係、上と下の関係が厳しい会社、ヤクザの会社じゃなくても他の会社でも日本人あんまり入りたいって思わないんですね。うん、めんどくさいって、うん、でそういうのもあって、であとヤクザの会社入ったらご飯作ったり掃除したりしなきゃいけないんですよ、みんなの。大変でしょ。やりたくないです。はい、だから若い人があんまりヤクザのこう会社に入らない。そうです。人気ない人気がないんです。でどん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 減っちゃった。うん、30年前8万人、今は1万2,000人になっちゃった。減ってる。1万2,000でも多いと思うけど、で減りましたね。でちなみになんですけど、こういうヤクザの会社に入ってる、ヤクザのグループに入ってる人は1万2,000人今います。で入ってない、この会社に入ってないんだけどヤクザさんたちと同じような仕事してますっていう人が他にたくさんいるんですね。それがだいたい1万人いると言われている。すごいですね。グループで会社入ってないんですよ。会社入ってないんだけど、フリーランスかな、会社入ってないけど、アルバイトみたいな感じで働く人、ヤクザと、それが1万人で、会社入ってるもう本当の社員さんのヤクザさんが1万2,000人いる。だから合わせて日本にはこういうヤクザ関係の仕事してる人は2万2,000人いるということ。はい、簡単に言うと日本のマフィアは、全部のマフィアさんたちは2万2,000人いらっしゃいますということですね。はあ、これはびっくりですね。うーん、でも日本の全体の人口から言ったら全然多くないので、やっぱりなかなかこう会ってしまうことはないし、あと勘違いしないでほしいのは、みんながイメージで思ってほしくないのは、普通の人、私とか関係ない人をピストルで殺すとかそういうことは絶対ないです、この人たちは。はい、なんか特別な場所にいるんだと思います、多分。夜のバーとか、それもすごい高いお店とかね、あと人があんまりいいても何でしょう、分かんないとこ、そのお店バーの中でもそのドアの入った先にいる、暗いとこにいるとか普通の人は分かんない。だから私がラーメン食べに行って隣の席にヤクザさんがいましたとかないです。ない。みんなが日本に来てお寿司食べますってわーって言ったら、ヤクザさんがお寿司を作ってますとか、一緒に隣のテーブルにヤクザさんたちがご飯食べてますと、ないないない、はい、ないです。そういうことはないから、皆さん本当に心配しないでください。みんなが何かよし悪いことしよう日本でって思って変な場所に行かなければ、ヤクザさんたちと会うことはないです。はい、私も会えないし、会いたいともし思ってもどこ行けば会えるか分かんないです、私も。はい、そんなことはインターネットにも書いてないと思います、きっとね。うん、そうで、ちなみにちょっともう一個だけ言いたいんですけど、ヤクザのねこの
グループも社員さんが減っている。そして若い社員さんが減るってことは、どん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 中にいる社員はどんどんおじいさんになりますよね。年を取る。そうなんです。だからこのヤクザの会社の中もどんどんおじいさんが増えてて、今ヤクザはだいたい平均アベレージの年齢が54歳だそうです。54歳、結構おじさん。10年前は7歳若かったらしいです。今よりもっと若い人いたってことですね。なるほどねと思って。だからヤクザの社会も結構大変みたいです、本当に。で、ちょっとヤクザの紹介もうちょっとあるんです。皆さんぜひ知っていってほしい。知っておいた方がいいと思う。面白いし、はい、あと映画によく出てくるから、というの3つあります。1つ、ヤクザは約束を破ったら自分の何々を切ります。次、2つ目、ヤクザをやめることを何々を洗うという日本語があります。これは JLPT でも本当に大事です。はい。勉強ってね。テストってね。3つ目はヤクザを辞めて弁護士になった人がいます。はい、すごいですね。これ一人じゃなくて何人かいるんですね。頭いいんですねってね。これ本当の話。はい。じゃあ一つ目からいきますよ。ヤクザは約束を破ったら、自分の何を切るんですか？これはヤクザが自分が何かを約束するんです。誰かにお前約束守れよって言うんじゃなくて、自分が俺これ何々しますみたいな、俺この仕事いつまでに終わらせますみたいなことを約束するんですね。で守れなかった時に何かを切るんです。はい。すいませんでした、俺これできませんでしたって言ってこれを切る。怖い。ここだけちょっと怖いかも。はい。これですね。すいませんでした。私責任を持ちますという意味で、手の何を切ると思います？手、指。見てください。皆さんの指。右でも左でもどっちでもいいです。皆さん5本の指があって、一番短い指ください。はい、これは名前は短いし小さいから小指ですね。小さいと書きます。漢字もね、小指。はい。ヤクザさんは自分が約束守れないとき、すいませんでしたと言って自分の小指を切ります。はい。何？怖い。はい。なんか詳しくわかんないんですけど、映画とかで見るのは、日本の侍がよく持っている刀です。大きい長いやつ。あれで小指をバーンと切る。はい。っていうの。はい。なんでってね。いらないです、小指ってね。だっておかしいでしょ。だってすごくない？これみんながあれですよ。皆さんが自分の会社で何か失敗した。あなたが失敗したんです。はい。何々できなかった。すいませんでしたって言って、会社だったらすいませんでしたって言って、次失敗しないように気をつけますですよね。ほんと気をつけてよ、ダメだよで終わるでしょ。だけど、すいませんでした、じゃあ私の小指切りますから許してくださいって言ってバーンって切るっていうのがヤクザの社会。怖いよ。いらない小指ってね。そうなんです。でもこれは有名。はい、有名です。はい。これマジでです。私一回見たことあります。小指ない人。だからあの人ヤクザさんですね。でも顔とか全然見なかった。手だけ見た時にないって思って。小指のね、全部じゃなくて上の方です。上のこの爪ありますね。ネイル、爪の
一つ目の関節、このカチカチカチってするでしょ、そこら辺切っちゃうんですね。まあだから怖いんだけど、そのぐらい責任を持って仕事をしているとも言えますね。だってすごくないですか？なんかやるときに、いやもう、はい、失敗したら切りますって最初からもう約束して仕事をする。怖いけど。だから失敗したら、兄貴すいません、失敗したら俺の小指切りますからこの仕事やらせてくださいって言って、おう分かった、お前に任せる、やってみろって言ってっていうことでしょ。すごい責任持ってますよね。今の日本人そんなない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 、そんな責任持とうとしないですから、ダメダメダメ。はい、だからちょっと違う考え方すると、このヤクザの考え方はすごいって思います。はい。でもやめてくださいとも思いますね。てか私の前で切らないでくださいって思う。人が見てないとこで切って一人で病院行ってくださいって思うけど。で2つ目、ヤクザをやめること。はい、これですね。ヤクザの世界に入ったんだけどもうやめたいと。はい、やっぱりね、やっぱり悪いことをしている人たちです。簡単に言うとマフィアさんですから。で大変ですよ。こうやって小指切んなきゃいけないし、やっぱやだ、辛い、大変だ、やめたいっていう時ある。でやめるの大変らしいんですね。すごい大変なんだけど、やめた人もいます、もちろん。でやめることを、何をやめるっていうかっていうの、これは日本人よく言うので、はい、ちょっと半分冗談で言ったりもするので、この悪い世界から普通の世界に戻る、悪い世界をやめることを何々を洗うって言います。でそれは私たちの体の一部です。それは手、お尻、足です。足で入ってたから、その世界に入っていたので足を洗うっていうんです。普通の足、漢字の普通に簡単な足です。足を洗うって言います。はい。だからね、映画とかでも、もう前ヤクザだった人が、いやもう俺はもうあの世界から足を洗ったんですって言ったりする。足を洗ったんです、洗ったって洗ってなっても、洗ったんです、足を洗ったんです、ヤクザの世界の足を洗ったんですって、ああ足が綺麗になったんですねっていう、やめたんだねっていう意味。でも足を洗うのはとっても大変。はい。戻ってきなさい、どうして辞めるんですかっていうふうにいっぱいいろいろ大変みたいです。はい。じゃあ3番目、ヤクザを辞めて弁護士になった人がいます。弁護士はロイヤーです。はい。すごくないって。もちろん日本で弁護士になるのはもうほとんどの日本にある試験の中でもう一番難しい試験と言っていいと思います。医者になるのも大変だけど、多分弁護士の試験の方が多分日本難しいと思う。はい。法律ローを全部覚えなければいけませんね。だから普通に日本で大学まで勉強した人でももちろんそんな合格できない、そういうもう普通じゃない試験ですね。それをヤクザだった人が弁護士になるっていう試験を合格するっていう話が本当にあるんです。びっくりですよねこれ。イタリアにいますかね、そういう人。イタリアマフィアで悪いことしてましたって、だけどいやこの世界ダメだって思って勉強しますって言って弁護士になりましたって人いるんですかね。イタリアで聞いてる人教えてください。そういう人もしいたら。いるかもね。でもね、この日本のヤクザさんの場合は、これ何人かいるんですけど、一人の人をちょっと紹介すると、その人は悪いことして警察に捕まりました。はい。で捕まっただけじゃなくて、何年か警察の中にいます。はい。ローっていうんですけど、ローに入ってる。でそこでもう何ですか、
いろんなことやらなきゃいけないですね。なんていうんですかね、捕まったらなんかミシンで何か布を縫ったりとかなんかいろいろやるんですよね。それを何年なんだろう、5年ぐらいかな、捕まってて長いでその人思ったらしいんですね。うわー暇だなーって、うんやることないなーって思って、であのじゃあやることないからよし勉強しようって思って、で法律の本をあの送ってもらったのかな、家族に。でそれを読んでた部屋ですごいですね。それも大体こう10人とかなのかな、みんなで一つの部屋の中で生活しなきゃいけないんですよね、ああいうの捕まると。でそれだとうるさいから勉強できないって言って、わざと悪いことちょっとして「お前悪いことしたな」って言って、「お前はもっと狭い部屋に、一人の狭い部屋に行きなさい」って言われて、その狭い部屋に行かせてもらって、一人部屋ですよね。ホテルですね、ある意味ね。でよしじゃあここで勉強しようって言って、そこでもう法律を1から10まで覚えたっていう本当みたいな、すごいですねみたいな。でやって、でその警察、牢から出て、捕まっていたとこから出てすぐには試験に合格しないし、周りの人にも「お前なんかが弁護士になれるわけないだろ、バカだな」っていっぱい言われた。だけど悔しい、言われれば言われるほど悔しい。もうだって誰かは合格するんだから、絶対やってやるって言って8年くらいかけて多分8回受けたんですね、試験を。毎年毎年、はい、8回受けて合格した。すごいと思う。それでもすごいと思う。でほら見ろみたいな、俺は受かったぞみたいな、だからもうこのヤクザの世界じゃない、法律弁護士として俺は生きていくって言って、今やってる今活躍しているそうです。すごいですね。この人だけじゃなくて他にもいるんですよ、そういう人。だからやばいですね。簡単に言うともうやばい、頭やっぱりちょっといっちゃってるっていうんですけど、やっぱヤクザの世界に入るって人、いろんな人いるけど多分その人はもともと頭がよくって、何かのきっかけでヤクザに入っちゃっただけで、確かね大学2年生の時にドラッグをやって、その関係でヤクザの世界に入っちゃったって書いてあったと思います。であのそれもその40歳ぐらいですよ、その弁護士の勉強を始めたの。遅いですよね。でも俺頑張る、誰か合格するんだから俺にできないわけがないって思うっていうのがすごいなと思って、かっこいいなと思いました。だからね、あの大変というか、普通の社員さんよりよっぽどヤクザさんってこうよしやるぞみたいな、俺はやる、ダメだったら小指切るみたいな、そういう気持ちあるのかもしれないですね。メンタルが強い人がいるのかもしれない、と思って紹介しました。はい、じゃあ次行きましょう皆さん。2つ目、ヤクザは温泉に入れないんですかっていう話、知ってます？これ聞いたことありますかみんな。日本の温泉に来た時にタトゥーダメですって書いてあるの見たことありますね、みんなね。そう、タトゥー、よくヨーロッパとかアメリカの人って、男の人とか女の人もそうですよね、タトゥーを入れてますよね。であれヤクザさんたちって、特に昔のヤクザさんたちってタトゥーを入れてるんですね。で知ってると思いますが写真見せます。これです。はい、これです。素敵ですね。はい。これは美術館ですかってね。はい。キャンパスみたいな、背中が大きなキャンパスだねみたいな感じですけど、随分大きく描きましたね。
はい、これヤクザさんたちではよくある話で、ヤクザは背中にこう大きく絵を描くっていうのが、はい、まあ、ステータスじゃない、ステータスじゃないんだよな、はい、よくやるんですね。でこの背中だともう日本人はもうすぐ分かる。あ、この人ヤクザさんだってすぐ分かるから、お風呂でね、温泉でこの人隣にいたらびっくりするんです。どうしようどうしよう、怖い怖い怖いみたいな、どうしようってなるから、はい、やっぱりマフィアですから、はい、ダメです。一緒にお風呂入って楽しいですねとは言えません。はい、出てください、あなたはね、家のお風呂入ってくださいってなっちゃうので、ヤクザさんはこういう入れ墨っていうんですけど、こういうのね、入れ墨している人は入らないでくださいっていうのがもう昔から温泉には書いてあるし言われてるし、日本人はみんな知ってる。はい。で、ただタトゥーはやっぱりただのおしゃれなので、その人たち外国の人は結構いいです入ってくださいって言われるらしいですね。うん、そうで、この入れ墨、どうしてこんな入れ墨するんですかというと、あのこれ洋服着てる T シャツ着てるみたいに見えるから便利だからとかそういうんじゃなくて、あのこのヤクザの世界に入るっていうこと、入って、そしてこの入れ墨は取れないんですね。タトゥーは取れないんです。これもう絶対無理。こんな大きく書いちゃって無理無理無理。この人たち死ぬまでこの背中です。はい。で、この世界に入ったんだ、俺はこの世界で生きていくんだっていう気持ちを表現するため、もう前の世界には戻れないし戻らないっていうのを自分にも分かる、自分でも自分に聞かせるため、そして人にも、周りのヤクザさんたちにもそれをアピールするためにこれを入れるそうです。入れ墨をするそうです。すごくないですか、このやっぱりこの決意っていうんですね。決める、心を決める、よしこれをやるぞみたいな、絶対これでやるんだっていう、はい、ダメだったら違うことをやろうとか、ダメだ失敗したら戻ろうとかじゃない、もうないないない、もう道はないんです。その気持ちを表現するための入れ墨なので、プライドの一つなんですね。はい。でもね、この写真ね、この男の人たちね、実はですね、私さっき話した弁護士、ヤクザだったけど弁護士になった人、右か左か忘れたんですけど、確か左の人ですね。左の人は弁護士です今。嘘。もう入れちゃった、こんなに入れちゃったってね。はい、で右の人は右の方は弁護士になりたかったんだけど、同じく警察捕まってる時、うわ暇だ勉強しようと思って弁護士になりたかったんだけど、8年間捕まってたのかな、警察に。で8年捕まってると弁護士のテストが受けられないらしいんですよ。そうなんだってよくわかんないけど。で弁護士よりもうちょっとランクが下の、国の試験、やっぱりそれもとっても難しい試験、法律関係の仕事です。そっちの試験を受けて合格して、今はその仕事をしています、この右の人も。はい、だからこのお二人も確かに昔は弁護士さんじゃないわ、昔はヤクザさんだったんだけど、捕まってる間に勉強して弁護士になったり、法律の関係の仕事をしているすごいおじさんたちなんですね。はあってね、すごい、なんだこの日本人はって感じです。で、あとちなみにこの入れ墨はいくらかかるか。はい、これですね、高い、すごいびっくりしちゃった。背中とかにやる、あとちょっと胸の方にもやる、全体にやるんですけど、これもっと下まであるんですが、これねだいたい100万円。はい、100です。それも色を入れない、多分こういう青っぽい色のだけで100万で、カラーにすると100じゃ終わんない、200万300万かかるらしいです。
そんなにかかるの？やばいですよね。だそうです。はあって思って。はい。でこれ彫ってくれる人も彫るって言うんですけど、これねアートですよね、アート。はい。これ彫る人も前はヤクザだった人が絵が上手でこれをやるようになるっていうことが結構多いらしいです。面白いですよね。でもちろんこれ超痛いらしいですよ。すんごい痛いって。痛い、もう泣いちゃう、ほんとね。すごいですね。それでもやるんです。すごい。この決意がすごいと思います、本当に。まあね、男の中の男ですね。ということで、温泉はダメです。ヤクザさんは入れません。はい。で、3つ目、最後いきましょう。笑えるヤクザのドラマと映画を紹介します。はい。もういっぱい話しちゃったので簡単にいきましょうか。ドラマですね。ぜひ見てほしい。本当に面白いです。全然怖いことは出てこないです。こういうドラマの中に。はい。というか私が今紹介する中には出てこないです。はい。まずドラマは3つ紹介しますね。極戦とマイボスマイヒーローと極主極主不動だ。極主不動。はい。この3つ。はい。そうですね。極戦有名だと思いますね。みんなの国でも知ってる人いるかも。極戦は自分のお父さんがヤクザなんですね。女の人が、メインロールです。主役です。女の人の話。まず綺麗な女の人です。すごい可愛い。でその人のお父さんじゃない、自分のおじいちゃんだ。おじいちゃんがヤクザの、社長さんです。はい。組長社長さん、すごいでしょ。おじいちゃんが社長さんでお父さんとお母さん死んでしまって、次自分が娘さんがこの女の人がこの会社を自分がリーダーにならなきゃいけないんです。自分が社長にならなきゃいけないんですね。もうおじいちゃんは年取ってるから。そう女です。はい。でも社長やります女が。はい。でやるんだけど、でも彼女はこの女の人は学校の先生になるのが夢だったんですね。はい。で、24歳、23歳で本当に高校の先生になります。おめでとうございます。はい。で、高校の先生になって、働き始めるんですね。そういう話です。はい。もう何それでもう、その女の人はもちろん自分の家族がヤクザの家族、ヤクザの会社っていうのは誰にも話さないです。それを話したらもうすぐ学校の先生クビです。できません。仕事できないから、それは隠して働き始める。そうで働いたその高校の学校の、クラスの子供たちみんな男の子なんですね。男の子しかいない高校なんですけど、みんながいっぱい悪いことするんです。例えば、男の子たちが20人ぐらいが隣のクラスの男の子20人と喧嘩するとか、大きな喧嘩。はい。でその女の先生はもう喧嘩は慣れてます。はい。喧嘩のプロです。はい。だからの、止めたり喧嘩を止めたり、または喧嘩するんだったら一人と一人でやんなさいとか言ったり、そうみんなでね、一人を10人で喧嘩ボン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 ってするとかじゃなくて、はい、すごいこういろいろ面白いです。はい。この極戦はとっても人気があって、シリーズ1人気、そしてもうシリーズ2もできてシリーズ3までできました。もう本当に大人気。日本人はみんな知ってます。極戦って言ったら。はい。みんなの国でも何かで見られるかもしれない。ネットフリックス多分見れない。ちょっと YouTube とかでも探してみてください。みんな日本語よくわかるから、もうわかると思いますよ。なんかちょっとアップロードされてるの見れば。はい。極戦ぜひおすすめです。もうどこのエピソードから見ても多分もう面白いと思うから、気にしないで見てください。
はい。でもう一つマイボスマイヒーローは今度は、男の人が中心の話。男の人がねこれ面白い27歳の男がいるんですね。でだけどその男の子のお父さんはやっぱりヤクザの社長です。はい、お父さんヤクザの社長ですごい怖い強そうなんですね。でお父さんの次に社長になるのは自分は長男だからそうなんですが、お父さんが言うんですね。お前頭悪いだろ、お前みたいなやつがうちの社長やったらうちはダメになるから、お前高校だけは卒業してこいって言われて、高校卒業できなかったんですね、頭が悪くて。そうその人ね、そうだからで高校卒業できないんだったら長男じゃなくてお前じゃなくてもう一人男の子供がいるからそっちの子供に社長をやらせるよって。だからお前はもうそうなったらもうヤクザの世界から出なさいって言われるんですね。でどうしようやばいって思って、じゃあ分かった高校行くよ俺高校行くよって言って、27歳なんですけど、それ嘘ついて17歳ってことにして近くの高校に無理やり入って周りは本当に17歳で自分だけ27歳なんですね。そうそうでそこで高校の生活を始めるっていう、話です。これは実は YouTube で見られます。はい。それも私が探したのは日本語で聞けるんだけど字幕サブタイトルが英語でした。すごいちゃんと分かりやすいサブタイトル書いてあってよかったから、皆さんよかったらマイボスマイヒーローって探してみてください。ですごいコメントもね、その YouTube に対するコメントもいっぱいいろんな国の人書いてて本当面白いって書いてあって、いいと思います。おすすめです。おすすめ、私も好き。はい。でもう一個、極主不動はこれはアニメだったんですね、もともと。確かに極戦もアニメなんですけど極主不動もアニメで、これも簡単に言うと前ヤクザをやっていた男の人が結婚しました。はい。で実際ヤクザも結婚するんですよ。結婚して普通の女の人と結婚したんですね。でそれで女の人には実はもう前に結婚してた子供がいるんです。女の人は2回目の結婚。そうでヤクザさんは初めての結婚、女の人は2回目の結婚で子供がいる女の子がいて、で結婚して、でその女の人が全然料理ができないし、料理すると本当にもうひどいんですね。料理できないし掃除できないし何にもできないんですね。だからもうヤクザさんがよしじゃあもう結婚するし俺はヤクザの世界をやめる、足を洗います、あれです、足を洗うって言って本当に足洗っていっぱい反対されたんですけど、やめるなって言われたんだけどやめて主婦になるっていう話。主婦です。なんですけどヤクザの服はいつもと同じで、同じ服、ヤクザの服、ヤクザのサングラス、ヤクザのヘアスタイルなんだけどエプロンをして料理をして、料理がすっごい上手。もうケーキとかもたくさん作れるしプリンとかも毎日作ってくれるし、掃除もう100点、もう素晴らしいんですね。もう素晴らしい主婦になります。はい。これがコメディです、もちろん。はい。私大好きですこれ。はい。ですのでおすすめです。はい。これも多分 YouTube で見られると思うな。はい。おすすめで私すごい好き。はい。よかったらどれか見てみてください。で最後もう一個は、映画ですね。映画はじゃあ簡単に紹介。映画はザ・マジック・アワーマジック・アワーという映画です。はい。これはこれを作った人がとても有名です、日本で。ディレクターさん
監督といいますが、三谷幸喜という名前の男の人が作ったんですけど、全然その人はヤクザと関係なくて、いつもコメディの映画を作る人です。はい、でこの話もコメディです。はい、どうしよう、簡単に言うと俳優アクター俳優さんが嘘をつかれて騙されて、あのそれも俳優アクターが全然人気がない俳優さんなんですね、この人。そうで、映画に出たい映画に出たい、それも昔のスタイルの古いスタイルの映画に出たいって言って、でそれを本当のヤクザさんだと思わなかった普通の若い男の子に騙されて、あ、じゃあこれ映画ですって嘘つかれて、映画を撮っているっていう嘘で本当にヤクザさんのビルの中に連れて行かれてはい、そこでじゃあ映画撮ります、321カットとか言ってやらされて、そこで演技をするんですけど、映画だと思ってるんです、その人は。そうでも前にいる男の人たちは本当のヤクザなんですね。なんですが全然気がつかない。どこにカメラがあるんだい、今日はカメラが全然ないねとか言ってバカなんですね。とにかくバカな話なんですけど、とっても面白いです。大好き私これ。はい、ザ・マジックアワーで見ると面白いし、なんかで感動する。そういい話です、すごく。はい、生き方みたいなのも考えられる、深い話です。意外とおすすめです。ザ・マジックアワーでした。はい、どれ見ても面白いですから、ドラマでもいいし映画でもいいし。はい、でもここに紹介してないもっと暗い、本当にヤクザの世界の怖いっていうジャンルのヤクザの作品ももちろんあります。はい、でも私は面白いのを今日紹介しましたよ。ね。はい、ということで皆さん、ヤクザの世界少し分かったと思います。はい、そうだと嬉しいです。ヤクザさんも日本に遊びに来てねと、言っていますね。はい、ぜひぜひ来てください。大丈夫です。本当に日本は怖くないです。はい、ヤクザさんには会えませんので安心してくださいね。はい、ということでした。あとは日本来たらいろんな美味しいものもありますし、はい、この写真ですね、私つい最近の YouTube で話しましたので、ぜひ見てみてください。この前の YouTube にありますよ。うなぎとお寿司です。美味しかったです。はい、あとは日本の桜、はい、も、YouTube にしました。見ると春だーって、春が来てますねって思うので、ぜひぜひ見てみてください。とっても綺麗でした。はい、あとは、じゃあ日本で働いてるんですって人も、いますね。会社の日本語難しいです。ですので YouTube で、私の YouTube で勉強できます。はい、ビジネス日本語ですね。それはね、電話っていうのは難しいので、電話の話し方っていうの、ビデオあります。はい、2つありますので、ぜひぜひ見てみてください。絶対皆さん何か勉強できると思います。はい、あと JLPT の勉強もいっぱい私の YouTube にあります。はい、そして JLPT の読解の勉強もできますよ。はい、読解は難しいですね。はい、N1 の読解と N2 の読解の、ビデオあります。はい、これは私のオンラインレッスンの中で見られますので、ぜひこのリンク下に書いておきます。見てください。あとは私のオンラインレッスンもあります。ビジネス日本語を勉強したり、会話の練習を勉強したりしましょう。はい、ビジネス日本語は、4月はビジネス電話のかけ方と、あとは履歴書、会社に入る時の、方法ですね。はい、と5月もビジネス電話と、あとビジネスメールを勉強します。はい、ぜひぜひ来てください。いろんなルールがあります。はい、勉強できます。会話練習はN3 から N2 くらいのレベルの人がちょうどいいかもしれません。はい、友達と話す時の話し方とか、家族と話す時の話し方
と、あとは丁寧なデスマス使った話し方、いろいろ勉強しましょう。あとはプライベートレッスンもあります。これは皆さん一人と私一人で勉強しましょう。皆さんの何でもいいです。勉強したいこと何でも一緒に勉強しましょう。JLPT のリーディング、読解でも会話、EJU、語彙、文法何でも OK です。はい、ビジネス日本語でもいいですよ。レベルも N5 から N1 まで誰でも教えます。はい。全部オンラインレッスンを見てください。下にコメントのところにリンク書いておきます。はい、あと私の TwitterX もあります。これもリンク下に書いておきます。はい、ぜひですね、日本は怖い国と思わないでください。日本は美味しい国です。はい、怖い人は変なところに行かなければいませんので大丈夫ですよ。はい、ぜひ安心して来てください。待ってます。ありがとうございます。